りょうでございます。今回は出羽三山シリーズ第3弾として月山南麓標高600メートルに広がる月山志津温泉をご紹介します。月山と姥ヶ岳を仰ぐこの地は出羽三山信仰と深く結びつき、参拝客や山伏が足を休める旅籠の町として重要な拠点でした。そして今も豪雪地帯ならではの自然に恵まれ、初夏になっても滑れる月山スキー場とともに多くの旅人を引きつけています。宿の目の前にはブナの原生林、そして季節ごとに顔を変える五色沼が静かに広がり、冬至効果を一層高めてくれる環境。また宿からは月山山頂と姥ヶ岳も見渡すことができる最高のロケーションです。それでは早速宿をご紹介していきます。今回ご紹介する宿はこちら、落ち水の湯蔦屋さんです。蔦屋さんは昭和5年創業の老舗旅館で、落ち水という名は月山の祭神月読の命が持つとされる若返りの水のことで、志津温泉の湯に浸かって若返ってほしいという願いが込められているようです。実際に今回の温泉も素晴らしい泉質ですので、後ほど詳しくご紹介したいと思います。それではいつものように館内施設、お部屋、温泉、夕食、朝食の順にご紹介してまいります。どこか懐かしいレトロな雰囲気が漂うロビー。正面の大窓からは緑が広がり、大きな吹き抜けが素敵な空間を演出しています。窓の外を流れる水路もとてもいい雰囲気で、まさに山里の隠れ宿といった感じです。ロビーの奥には趣深い図書室がありました。これは神道で用いられる大ぬさ、場を払い清める神具であり、ここがただの温泉宿ではないことを物語っています。実はこの旅館の会長さんは、かつて出羽三山で厳しい修行を積まれた山伏。月山登山について相談すると、地図を示しながらとても丁寧に説明してくださいました。ここでは温泉宿に泊まるだけではなく、貴重な体験や情報を得ることができるんです。そしてなんと湯殿山まで車で30分ほどの場所にある蔦屋さんでは、湯殿山朝参りが毎朝行われているようです。これはただお参りするだけでなく、神主さんに祈祷までしてもらえるツアーです。聞くなかれ語るなかれと言われ、情報が少ない湯殿山ですので、初めて参拝される方にはとてもありがたいイベントですね。当日は修行僧の白衣を身にまとい、参拝後には記念撮影もしていただけるようで、旅の思い出としてもしっかり残すことができます。こちらはお土産コーナーです。出羽三山ゆかりの地酒やワイン、面白い T シャツなども販売しています。館内はとても広く、つい散策したくなります。この空中廊下の先にお風呂棟があります。ここは湯上がりに景色を眺めながら休めるようになっています。大浴場は木のぬくもりが感じられ、大きな窓からは大自然が見渡せる素晴らしいお風呂でした。そして大浴場の先には貸切風呂もあります。こちらについては後ほどご紹介します。さらに地下には卓球場がありました。全20室の旅館ですので、大勢で泊まっても楽しめそうですね。そして館内施設はこれで終わりではありません。宿の裏側へ回ると不思議な建物がありました。見た感じ新しそうな建物ですね。こちらは2023年に新設されたサウナ、荒谷風呂です。荒谷とは人間の五感の他にある深い無意識層のことで、修験道ではこれを鍛えることで日常生活での思い込みや偏見を浄化するようです。この風呂には心をありのままにリセットしてほしいという山岳信仰の思いが込められています。それでは次に今回宿泊するお部屋をご紹介します。お部屋は一番奥の角部屋です。
ドアを開けると一直線の廊下があり、ゆとりのある印象を受けます。上がりかまちはバリアフリーになっていて、車椅子でも入室することができます。手すりや腰掛けもあるので、お年寄りの方にも配慮された設計です。おしゃれな欄間から光が差しています。早速入ってみましょう。伝統美と現代デザインが融合した広々としたモダン和室。畳や天井、壁の細部にまでこだわりが感じられ、落ち着きと洗練さを兼ね備えた上質な空間です。こちらは夏季限定の月山雪団子。もちっとした食感でとても美味しいお団子でした。畳で作られたインテリアがおしゃれですね。そして可愛らしい山形のこけし。廊下を挟んで反対側にもお部屋があるようなので行ってみましょう。こちらは打って変わってシティホテルのような洋室。先ほどの和室も広かったですが、こちらも広いですね。そして白を基調とし、窓から優しい光が差す明るいお部屋です。ゆったりしたスペースにはツインベッド。このベッドはふっかふかでとても気持ちよかったです。とてもゆとりのある間取りなので4人家族で泊まれますね。天井に何かありますね。こちらはなんとプロジェクターでした。設備も充実しています。使いやすい釣り戸タイプの収納。ベッドの奥にも引き戸がありますね。なんとこちらはコンパクトな洗面所でした。そして反対側にはトイレがあります。夜安全にトイレに行けるよう配慮された至れり尽くせりの間取りです。そして正面の大きな窓の外には原生林五色沼、そして月山まで見渡せる唯一無二の雄大な絶景が広がっていました。いやー、すごいお部屋ですね。それでは最後に水回りを見てみましょう。シンプルですがとても清潔でスタイリッシュな洗面所です。女性に嬉しい広い洗面台。2枚の木でできたおしゃれな椅子。さりげないところにもセンスが感じられます。あれ、ここにもトイレが。こちらがメインのトイレのようです。洗面所とトイレが2箇所あるなんて完璧なスイートルームですね。そしてこの奥にお風呂があります。広くておしゃれですね。スタイリッシュなストーンウォールに木目の天井、そしてゆったりしたヒノキ風呂です。オーバーヘッドシャワーまで備わっていて、これはもう温泉旅館というよりもラグジュアリーホテルですね。そしてこの景色です。角部屋の一番いい場所にお風呂を持ってくるなんて贅沢な設計です。泉質名はナトリウム塩化物温泉。pH 値は 7.4 とギリギリ中性ですが、ほぼ弱アルカリ性のお肌に優しい温泉です。ナトリウム塩化物泉の特徴は保温効果が高く、皮膚疾患や神経痛、疲労回復への適応症があるとされています。またこの温泉には炭酸水素塩も含まれているため、角質を分解するクレンジング効果があり、加えて約 4000mg という高濃度の塩化物が天然の保湿成分となるため、落として覆うというダブル効果の美肌の湯でもあります。そしてトロトロのまとわりつくような肌触り、まさに落ち水の湯という名にふさわしい温泉です。それでは夕食へ行きましょう。残念ながら今回は嫁さんが帯同していないので寂しい一人ディナーです。気を使っていただき、一番端のお席をご用意していただいたようです。メニューは山菜系料理や焼き魚、鉄板焼き、そして芋煮などザ・山形、ザ・ガッサンといった感じで期待できそうです。そして日本酒王国の山形、たくさんのお酒がありますね。私が注文したのはガッサンの地ビールです。
それでは食前酒で一人乾杯して食べていきましょう。実は肘折温泉以来山菜料理にハマってしまいました。これは水飲み。季節ごとに食材が変わるのが山菜料理の魅力ですね。こちらはブナの木に生える飛び竹。この地方ならではのキノコです。いやー、珍しいですね。そして美しい形のごま豆腐。やってきたのは焼きたての鮎です。鮎の季節もそろそろ終わりですね。そして今回楽しみにしていたのが月山和牛と山形牛の食べ比べ鉄板焼きです。この食べ比べプランは予約時に選ぶ必要があるのでご注意ください。右が山形牛、左が月山和牛です。かなり霜が降っていますね。月山和牛は蔦屋さんのある西川町の自然豊かな環境で生産される希少なブランド牛。まずは山形牛からいってみましょう。高級感漂うまろやかな食感です。続いて月山和牛です。月山和牛なんてまず食べる機会がないですからね。いやー、めちゃめちゃ柔らかいです。口の中でとろける食感。まさに大自然の中で丁寧に育てられた黒毛和牛です。お肉で大満足してしまいましたが、お料理はまだまだ続きます。こちらは揚げたての夏野菜の天ぷら。ホクホクですね。そして締めはやはり芋煮ですね。さらにもちもちふっくらのきびご飯です。いやー、今回も大当たりの料理でした。山菜料理から和牛食べ比べ、そして芋煮まで。これは嫁さんにも食べてもらいたかったですね。大満足のディナーの後は貸し切り風呂で温泉を満喫しましょう。貸し切り風呂は2つありまして、どちらも無料でご利用できます。まずはこちらのブナの湯から入りましょう。ゆったりしたスペースに陶器の浴槽。一人でのんびりするのにぴったりですね。続いて芭蕉の湯です。こちらにはダイソンの扇風機がありますね。たっぷり温まった後は気持ちよさそうです。先ほどの湯船よりも大きく2人で入れる広さがあります。こちらは窓が大きいので明るい時間に入ったら気持ちよさそうです。翌日は月山に登るのでじっくり温泉に浸かって休もうと思います。朝の五色沼がいい雰囲気です。美味しそうな栗。もうすぐ秋ですね。月山山頂も穏やかです。ここは空気が澄んでいてほんと素晴らしい場所ですね。朝風呂に入っていたらちょうど晴れてきました。朝食のメニューには天気や登山情報まで表示されています。気配りも素晴らしい旅館ですね。鮭や山菜、温泉卵やサラダなどバランスのいい朝食です。そしておひつご飯のつや姫に自家製梅干しを乗せて登山に向けて栄養補給します。デザートはフルーツたっぷりのヨーグルト。今回も美味しく完食しました。最後にもう一度お部屋で景色とコーヒーを楽しんでチェックアウトします。はい、今回は月山のお膝元、標高600メートルに佇む温泉旅館、落ち水の湯蔦屋さんをご紹介しました。月山は活火山ではないため温泉の数が限られますが、ここは月山登山道の乳母沢口や湯殿山にもアクセスしやすく、旅の拠点として非常に恵まれた立地にあります。月山を仰ぐ静かな水辺の宿は心を落ち着かせてくれる最高のロケーション。さらに塩分濃度の高い本格的な温泉、旬の山菜料理や高級和牛を味わえる食事、そして出羽三山に精通したスタッフの方々による温かなおもてなし、どれをとっても本物志向の温泉旅館でした。お部屋、温泉、料理、接客、その全てにおいて満足度が高く、
自信を持ってお勧めできる一軒です。公共交通機関でお越しの場合は、山形新幹線さくらんぼ東根駅や山形空港から出ている乗り合いタクシー、合算ライナーをご利用いただくと約1時間で到着します。ただし合算ライナーは事前予約が必要ですのでご注意ください。トラベルインザウィンドでは、これからも上質な旅と宿の魅力を丁寧にお届けしてまいります。この動画が旅のご参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ご感想やご質問もコメント欄でお待ちしております。